皆さんどうもこんにちは、しおりです。この電車にはご乗車になれません。決めました。Narita Sky Access Lineはい、昨日勢いで航空券をポチッとして今日朝から成田へ向かっている女、というのも本当にいろいろありまして、とある航空会社さんから案件をいただいてたんだけどね、その案件がなんと3日前に白紙となりました。この中にあるっちゃあるんだけど、私は優しいので名前は伏せます。もうその案件いただいた時は本当嬉しくて、好きな国の航空会社さんだったし、絶対いい旅にしてみんなに魅力を共有できたらいいなってワクワクしていたんです。で、2ヶ月ほどいろんな下調べやら話し合いを進め、さあ特攻3日前なくなりました。いやさすがに唐突すぎませんかと、私全力だったんですがというね。本当にネットの世界だから儚い、そして何より自分の力不足を痛感させられると言いましょうか。今日はエアソールになります。しかしピンチをチャンスに、そんな時こそ行動せよというもう一人の自分が警報を鳴らしまして、今成田にいるというわけです。はい、なんやかんやいろいろありましたけど、それがあったから、なぜ急にニュージーランドなんだっていう本当にいろいろあって、正直元来してたんですけど、珍しくでもそれがあったから今こうやって06100の行動力を100の方まで持ってって今成田空港にいるので、そんなもんですね。全力で楽しい旅にしてきます。日本の平和は任せます。ずっと韓国は行きたかったんだけど、こう行こうと思えば行けるっていうイメージあるからさ、遠い国からって感じで後回しにしてたんだけど、もうこれは今でしょという形で初のソウルです。なので本当に前日に決めてガイドブックすらなし、気の身気のまま、行き当たりばったり旅。全然広いよ。なんかエアソウルすごい良かったし、勝手に PR しちゃおう。説明しよう。エアソウルとは韓国の LCC で、この時私は往復4万円ほど、機内持ち込みは1つまで、預け荷物は15キロまでで、何よりこの席の広さですね。ほとんどは普通の飛行機と変わらなくないかといった感じで、2時間半の空の旅、何ら問題ございません。また飲み物ご飯は頼めば出るので、食べたい人はお金で解決。すごいいい匂いさせてくれるトラックだ。そうして驚きモニター付き映画とかも見れました。マジであっという間でした。ちょっと遅れてたのに全然定時で着いた。すごい。エアソウルすごい良かったです。ウルトラソウルというわけで無事入国なんですけど、こっからが割と地なんで、このワオパス、これを作るとプリペイドカードとスイカ、それが一緒になってるから旅行中楽だよと韓国在住の友人に勧められたので、手に入れたくばさまよっております。で実際便利だったんだけど、ちょっとかなり戸惑ったので、この辺は時間がある方は調べてから行くとスムーズかなという点です。
で次はこのアレキサンダーみたいな名前の空港からソウルまでひとっ飛びできる電車に乗り、これで40分ぐらい揺られれば、もうそれはもう憧れのソウル。エンジェルブルーみたい。疲労困憊着きました。トンデメンです。もちろん土地勘もないのでどこに泊まればいいか迷ったんですけど、とりあえず食に特化したい方はトンデムンとのお話だったので、トンデムンに泊まることにした。やばい、テンション上がる。ワクワクが止まれません。止まれません。止まれません。が止まれません。そうしてトンデムンから徒歩10分ぐらい、この旅のアジトホステル、ここです。だいたい調べたところ、ソウルで1万円を切るホテルってなかなかないんですけどね。しかしこちらのホテル、なんと2泊3日2万4000円。さて4階まで歩いてきた。ネパールを思い出しますね。暑いけど可愛い。なるほど。ちょっとこっちは下水臭は若干しますけど、全然いいですね。こんなことやってる場合じゃなくて、これはここに刺すって言ってた。刺さないんだ。今から大人気のタッカンマリ屋さんを目指していきます。視聴者さんがおすすめしてくれたお店の中で宿から近いお店、そこにね行ってみようと思って歩いてるんだけど、楽しそう。このワクワクキラキラ、これが異文化を味わう醍醐味と言いましょうか。わあ、めっちゃいいじゃん。そんなこんなテンションマックス状態だったんですけども、これだ、お目当てのお店、東京ディズニーランドかと思うくらい日本人ラインができてましてね。超混んでる。ちょっと混みすぎてあまりにだったので、ちょっと違うところにする。今の私の状態、きっとどこで食べても美味しい。ここのお店、なんと入るや否やハーフサイズよねってオンニーが鍋を持ってきてくれまして、なんか韓国って個食の文化がないんだって。なので一人だと断られることもあるらしく、今回もタッカンマリ食べたいけど鶏1羽丸ごと食べなきゃあかんのだろうなと思ってたのだが、しかしここはハーフにしてくれましたよ皆さん。というわけで乾杯。いやー、いろいろありましたけど、この瞬間はもう何もかも忘れられるひととき。多分この時のために僕よりこっち来た方が楽しいよってお天道様が導いてくれたんだと思う。で、オンニーが作ってくれるこのタッカンマリ用のタレ、これもね美味しくてね、まさかマスタードが入ってるなんて思いもしなかったんですけども、でこの渡韓中大層気に入ったケイリービール、こちらを飲みながらキムチでつまみ。流暢な日本語にてトッポギ OK の通達。さあこの旅一発目の韓国料理、いざ入場。
진짜 맛있어요. 진짜 맛있어요.いやもう美味しいを通り越して胸いっぱいでしたね。こちらのクタクタのトッポギをお疲れのとこごめんねって言いながら、このニンニクたっぷりのタレにかけましてつけましてパクッと。맛있어요. 맛있어요. OK、はい、ということで待ち焦がれました鳥のお時間。だってこの鳥たちは自らの出汁で己をさらに美味しくしてるってことでしょう。なんとよくできた鳥なんでしょう。そして私の血となり肉となる、これはまさに国境を越えたコラボレーション。私日本でもタッカンマリを食べたことがないので、このお店がいかに美味しいのかどうなのかということは定かではないんですけど初めて食べてみて思ったことは、これはデートには不向きということですね。まずこの骨付き肉っていうこともあって、骨を口から出すっていう作業がちょっと難しい。そしてさらにこちらのニンニクを私全入れしたんですけど、すると驚くな。翌々日までニンニク臭が放たれます。だからこっち来てますます不可解なのは、韓国の綺麗なお姉さん、こんなにもニンニクやらキムチやらで溢れてる文化で、どうしてもあんなにもすがすがしいのだろうと不思議でなりません。というわけでこの度締めに入らせていただきます。どんなにお腹がいっぱいだとしても、この出汁が染み切ったスープ、これを一人ぼっちにはできないね。むしろここが最高潮と言わんばかり、このチュルチュルで喉越し豊かな麺をすすり上げるのでした。他のタッカンマリを食べたことがないので比較のしようがないんですが、とっても美味しかったのはもちろん、この韓国語で溢れた中で、いただける、それだけでお酒が進むのでね。はい、ハーフもありますし、ぜひお一人の方おすすめです。チャルモッコスムニダ。お疲れ様でした。長い一日が終わって明日のために今日は寝ます。はいです。もうね、来てよかったっていうか、行動できてよかったって心から思っているので。いなくなった。明日は多分市場とかをで食べ歩きしまくりたいと思っているので、早く寝なきゃ。ありがとう。というわけで、弾丸ソウル旅に来たよっていうちょっとネガティブから始まってはしまったものの、無事ポジティブで終わることができました。皆様今日もありがとう。次回はソウル食い倒れ編、お楽しみに。じゃあのー。